皆さんこんばんは。今回はいつもより少しだけ、いやかなりテンションが上がっています。というのも、ついに赤井から新機材 MPC サンプルが正式発表されたからです。これ、ただの現行機の小型版かと思いきや、本質は全く違いましたね。そうですね。まず驚かされたのは約5時間駆動のバッテリー、それに内蔵スピーカー、さらには完全な内蔵マイクを備えているという点です。つまり真のスタンドアローンポータブルサンプラーとして完成しているんですよ。なるほど。しかも価格が399ドルで税込み6万2800円という、ええ、エントリー層からベテランまで誰もが手を伸ばしたくなる絶妙な価格設定ですよね。そうですね。非常に魅力的です。リスナーの皆さんは私たちが配信したリーク解説動画を覚えていますでしょうか？あの時はごく断片的なテキストだけを頼りにしていましたね。そうなんです。ミステリアスな噂の真相についていろいろ考察したんですが、今夜は公式の使用データをもとにした完全な答え合わせのミッションとなります。楽しみですね。はい。現行の MPC やライバル機との徹底的な比較を通じて、なぜ今海外フォーラムでこれほど異常な熱狂が起きているのか、そのあたりを深く探求していく旅へと皆さんを誘いたいと思います。では早速、前回考察したハードウェアの全貌から検証していきましょ A、ポータビリティと接続性については私たちの予想大正解でしたね。う。はい。マイクとスピーカー、バッテリーはもちろんですが、容量拡張用のマイクロ SD カードスロット、さらに小さな8分の1インチのミディ端子とシンク端子まで妥協なく完備していました。素晴らしいですね。あと USB-C 端子を備えている点も重要じゃないですか？まさにそこです。スマートフォンや PC とつないで、その音を直接ステレオサンプリングできるわけですから。なるほど。海外のユーザーたちが喚起しているのも頷けます。箱から出した時のサイズ感が11インチの iPad のフットプリントとほぼ同じだという声が多く上がっていますからね。11インチの iPad。絶妙なサイズ感ですよね。これだけの入出力が詰め込まれているのは驚異的です。ええ。ただ、本当に驚くべきは外見ではなく、内部エンジンの方なんです。と言いますと？最大32ボイスの高速オンボードディスクストリーミングエンジンが搭載されたんです。ディスクストリーミングエンジン、それって実はものすごい飛躍ですよね。はい。ここリスナーの皆さんにもぜひ注目していただきたいポイントです。ディスクストリーミングということはですね、重いサンプルデータをわざわざ小さなメモリーにロードする時間を待つ必要がないんです。つまりストレージから直接音を読み込めると。その通りです。399ドルのポータブル機でこれを実現したことで、パッドを叩いた瞬間に全く遅延なく音が立ち上がるんです。楽器としての命である鋭い発音がしっかり担保されているわけですね。ええ、素晴らしいレスポンスです。そしてその音を彩るエフェクトも全60種類実装されていますよね。はい。MPC3000 や MPC60、あるいは SP1100 といった名機をモデリングしたヴィンテージエミュレーターやテープバイナルエフェクトが搭載されました。カチカチっとつまみを回して通すだけで12ビット特有のザラついた質感とかテープのジリジリとしたローファイな太さが一気に加わるんですよね。そうです。最新のクリアなデジタル機材に、あえて古い機材の不完全さを付加するというアプローチですね。これは例えるなら真新しい高画質写真にあえて現像ムラのある古いフィルムのフィルターをかけることで音に触れられるような質感を与える魔法みたいですね。美しいアナロジーですね。まさにその質感が音楽に深い感情をもたらすんです。一方で見送られた機能もありましたよね。そうですね。例えばステム分離機能のような重い処理は非搭載でした。重いプラグイン依存からの意図的な脱却という見方もできますね。ちなみに前回話題になったあの都市伝説はどうなりましたか？本体下部の謎のスペースについてですね。トッププロデューサーのアルケミストが特注した葉巻置き場ではないかっていう噂。はい、あれです。実はあれ見事に外れまして、そうでしたが。公式の発表によるとあれはただのパームレスト、つまり手首置き場の余白だったんです。パームレストですか？機材が iPad サイズと小さすぎるので操作時に本体が動かないよう手首を乗せて安定させるための設計なんですって。なるほど。葉巻置き場よりはずっと合理的ですね。さてハードウェアの全体像が見えてきたところで今回の本格シーンである設計思想の深部に切り込んでいきたいと思います。はい、巨大な要塞からの脱却ですね。そうです。近年のサンプラーって
機能が肥大化して巨大な要塞みたいになっていたじゃないですか。ええ。それらと比べて、この MPC サンプルがいかに機能をストイックに削ぎ落としたのか、その引き算の美学に迫りましょ具体的に現行の OS3 を搭載した MPC Live 3や MPC1 と比べるとどう違うのでしょうか？う。まず最大の違いはトラック構成です。Live 3のように複数のトラックを作ってプラグイン申請を何層も重ねていく DAO 的アプローチをこの機材は完全放棄しています。完全放棄。はい。16個のパッドが8バンク、計128個のパッドすべてがたった一つの固定調シーケンストラックの上で動くんです。ということは、クリップローンチ機能なんかもありません。トラックごとにシーケンスの長さを変えることも不可です。完全に1トラック一発勝負のストイックな設計なんですね。シーケンサーの仕様にも思い切った引き算があります。ライブ3にあるような視覚的に分かりやすい TR スタイルのステップシーケンサーは非搭載です。では、どうやって打ち込むんですか？シフトボタンとシーケンスボタンを同時に押して、ステップエディットモードに入ります。すると、リスト形式でイベントが並ぶので、それをエンコーダーで移動させて、フェーダーでタイミングを微調整するんです。なんだか非常に昔ながらの手法ですね。そうなんです。リスト画面でのオートメーション表示も不可です。メロディーの打ち込みに関しても同様の割り切りがあるんでしょうか？はい。スケールオプション自体が存在しません。16レベルズボタンからチューンモードを呼び出して、パッドに半音階を割り当てて叩いていく仕様です。なるほど。エフェクトやルーティングの制限についてはどうですか？本格的なサイドチェーンルーティングは組めません。マスターノブエフェクトにあるパンパーという機能を使って疑似的なポンピング効果を生むのが限界ですね。パンパーで代用するんですね。それにブラウザーでドラムキットをロードする前のプレビュー音すら現行のファームウェアでは消化されています。ここは今後のアップデートに期待したいところですが。徹底した引き算ですね。PC との連携やプロジェクトの互換性という点ではどうでしょうか？一つのトラックとして表示されます。逆に Live3 の複雑なデータを本機に書き出すとどうなるんですか？エフェクトは平坦化されて全データが1トラックに圧縮されてしまいます。完全に別物になってしまうわけですね。あとスプライス連携についても Wi-Fi 非搭載ための本体単独でのスプライス同期は不可です。ということはパソコン等を経由する必要があると。そうですね。USB-C ケーブルでスマートフォンや PC とつないでスプライスアプリのプレビュー音を直接ステレオサンプリングしたり、あるいは SD カード経由でファイル転送することは可能です。公式のアカデミー動画でも解説されていました。なるほど。しかしこれだけ不便さが目立つ仕様に対してユーザーの反応はどうなんですか？これがですね、海外のレディットなどのフォーラムでは古参ユーザーから大絶賛されているんですよ。絶賛ですか？最近のソフトウェアは多機能すぎる、サンプリングとビートメイクに集中したいから昔のワークフローへの回帰は最高だとか、膨大な拡張音源に時間を浪費するよりいいといった声が上がっています。あえて制約を求める心理ですね。視覚的なシーケンサーを奪われて、それによって視覚のノイズが消えて、純粋に耳とグルーブだけに没入できるのではないかと思うんです。どう思われますか？まさにその通りだと思います。多機能さがかえってクリエイティビティの邪魔になることはよくありますからね。耳と直感だけに頼ることでより深く音楽に入り込めるはずです。そうですよね。機能を極限まで削ぎ落としたストイックな機材が、なぜ現代の市場で熱狂的に受け入れられているのか。その証明として直接的なライバル機ユーザーの反応と本機最大の魔法の機能へと焦点を移していきましょう。はい。今海外フォーラムはお祭り騒ぎなんです。これを支払うために残業するとか、フランスのアマゾンで注文した木曜に届くとか。すごい熱量ですね。畜生、私のお金を持っていかれたよなんていう具体的なコメントまであって、完全に心をつかまれていますね。市場としては EP133KO2 やライバルである SP404M2 の直接的な競合になりますが、特に SP404 ユーザーからの反響が大きいです。どのような声が上がっているんですか？チョップ機能と強力な MPC シーケンサーを備えた SP404 のようなもの、最高だと絶賛されていて、早くも SP404 キラーと呼ばれているくらいです。なるほど。SP の直感的なエフェクトプレイと MPC の標準シークエンサーの融合というわけですね。はい。そしてこの機材最大の武器がリコールレコーディングです。リコールレコーディング？これ常に直径25秒のオーディオと直前のミディループをバックグラウンドで密かに録音し続けている機能なんです。ということは、
マイクに向かってなんとなく鼻歌を歌ったり、偶然パッドを叩いて素晴らしいフレーズが生まれた時でも。そう、録音し忘れても大丈夫なんです。シフトボタンとサンプルレコードボタン、つまりリコール機能ですね。これを押せば失われたはずの25秒の音が空きパッドに取り込まれます。それはすごい。このリコールレコーディングってまさにインスピレーションのためのタイムマシンだと思いませんか？タイムマシーンですか？今から録音するぞと身構えた瞬間に消えてしまうクリエイティビティの魔法を無意識の領域からすくい上げる画期的な発明ですね。心理的にもすごく開放感があるはずです。確かに。常に録音されているという安心感が自由なプレイを生むわけですね。はい。さて、新機材の詳細な分析を終えましたね。ここで前回の考察テーマであった制約と想像能力の関係へと回帰したいと思います。ええ。前回の動画であえて強い制限を設けることで逆に想像力が爆発した経験はないかと問いかけましたよね。不完全さや制約こそがイノベーションのトリガーになるという。はい。まさに今回の機材の哲学と一致しますね。ただ私個人の本音を言わせていただくと、何でしょ Wi-Fi 非搭載でスプライス連携が本体単独で完結しないことに対してはポチッと直接同期したかったなという率直な心残りはあります。現代の便利さに慣れていると、どうしてもそこは気になりますよね。そうですね。それでもこの機械の魅力は揺るぎません。何でもできる完璧なマルチトラックの要塞ではないからこそ想像力が入り込む余白があるんです。ええ。これは素晴らしいスケッチブックであり、日常のあらゆる音を音楽に変える最高の相棒だと言えます。同感です。今夜も私たちと一緒にこの機材の新面を覗き込んでいただき本当にありがとうございました。もしこの熱量に少しでも共感していただけたらぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。皆さんのサポートが私たちの次なる探求の原動力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。